どうぞー。わー、すごい広い。やば。今回の週末ビフォーアフターは一軒家に住む4人家族のお宅の続編でございます。おおらかな性格で整理整頓が苦手な奥さんにお部屋全体を見させていただいたんですが、さまざまな問題が浮き彫りになりました。こだわりの弱いこの家がどう生まれ変わるのか、続きをご覧ください。とりあえず見せてもらったんだけど、まずリビングがやっぱりこうポイントなのかなっていう、私の中で。で、なんかね、すごい要望いっぱいあったよね。最後寝るまで来たからね。まさかここで寝る、だから本当にここで暮らしてんだよね、ママは。そうですね。もうでも洗濯物は上でやるのは洗濯機が2階だからだね。そう。あとホストコムに。ね、だからそれは、いよいよね、この家って。要するに衣類が降りてこない。だからなんていうの、この部屋には唯一生活感の中で衣類の洗濯が干されてない。意外と片付いてないお家ってさ、洗濯物がいっぱい振り込まれてたり干されてたりするからね。なので何を優先順位にするかよ。優先順位的に何を高くするかっていうのをもうちょっと明確にしないと、寝たいし勉強したいしくつろぎたいし遊びたいしってすごいのよ、ここが多目的で。もちろんいいんだけど、優先順位的に何が高いかっていうふうに決めないと、なんかもうなんかすっきりさせたいって漠然としすぎてんだよね。ごめんなさいね、本当に私さっきちょっとお話ししててショックだったのが、私の YouTube 見てませんよね。3つぐらい見ました。ね、一応、今現在74話ぐらい出てるんですけど、3つじゃないですか。で、なんかこう、なんかこの人面白そうっつって頼んじゃったでしょ。いや、そんなことないですよ。何？もう先生はなんかあんまり捨てないで今あるものを生かしてやるっていうふうに聞いたんで。なんかでもね、ほんとそれはよく言われて、あ、そこなのねって思うんだけど、でもここではっきり言いますよ。なんだかんだ言って結果みんな捨てます。っていうのはね、やっぱりすっきりさせたいんですって、もっと片付いた部屋にね暮らしたいんですって言ってる割に結構いろいろ置いてるから、で、私が、こんだけ YouTube をやってくると、リクエストで一番多いのは景色変えてくださいなんですよ。そういう言葉出てこないじゃないですか。景色も変えてほしい、もちろん。なんかすっきりすれば景色はもう変わるものだと思ったんで。意識的に私は景色を変えるんですよ。そうなんですね。でもちろん勉強もしたい、くつろぎたい、あるかもしれない。だから絶対的に残さなければならないもの以外を、この家の僻地に寄せて、一旦景色を変えるんですよ。で、いろんな動画でも言わせてもらってるんだけど、景色が変わると人の気持ちが変わるんです。73話見てください。はい、言ってます。私はね、この1階の景色が変わればきっと奥さんの気持ちも変わると信じておりますって言って、その家の奥さんは奮起して息子の部屋を作るためにめちゃめちゃ物を捨てて、物のダイエットとともに本人もダイエット成功してるんですよ。私本人のダイエットまでは加担してませんからね。だから私の場合もちょっと手こ入れが必要なのかなと思うのが、なんかこうハッピーファミリー、仲良くパーティーピーポー楽しく暮らしますはいいんだけど、ただ受験って言われなかったら私ここまで厳しく言わなかったんですよ。ちょっとざわざわしすぎてるかなっていう、なんか物の中で学習するスペースがなんとなく置いてあるだけみたいな、そこのところの方向性をしっかり持っていただいて、リビングで何をさせるのが一番なのかみたいな、ところなのかな。でもこういうのとかもやっぱりさ、手放すにしたって大変じゃない？でもなんかやっぱりちょっとこう物に埋もれちゃってる感じがするので、本来のこの子の機能は完全に失われてる感じ。はい、ドッキリ引きますけど。誰が？私とか子供。あ、そういうこと？ママがやってたの？やってたし、これからもちょっと時間があったらやりたいなって気持ちは多少はあるんですけど、でも奥さんね、もうそもそも、ね、この場所に行けないんですよ、物があるから。
でこれもちゃんと弾けるような環境にとかあるわけじゃない。そもそもこの白い棚の中って何入ってるの？文房具とか。で開けても大丈夫？大丈夫です。文房具とか入ってんだ。文房具とか、あとなんかバッグとか帽子とか。小物が入ってるんだ。そうです。ここは何動いてるの？そこはまあまあ動いてる。これは何？後から足したもの？そうです。後から出して。いろいろ入れたのね。はい。なんか本当は最初見える棚みたいだったんですけど、もう本当ごちゃごちゃしてるから扉をつけて見えないようにしたっていう。本当にもう警察官かじゃないけども誰のこのメガネとサングラスが。私の？じゃない。いやなんかでもあんま動いてない感じなんだけど。そうですね。そんなすごくは動かないですね。せっかくこんなこの普段動くものはこんなにいっぱい出ちゃってるのに。本当はそういうものを入れた方がいいよねみたいな。だからいいですか奥さん。はい。この家は平屋じゃなくて2階建てなんですよ。はい。でね、スペースはいろんなところにいっぱいあったわけですよ。はだからちょっと局地的すぎるので、ここにあるもの量が一旦今日家族を驚かすためにこのリビングの景色変えません？変えます。変えてみましょうか。ぜひ。そこでどんな反応するかよね。家族が。はい。嬉しいのか、あのものどこやったんだよってなるのか、なんか僕ちょっと私の意識を変えないと難しい気がする。やっぱりなんかある意味なんか YouTube とか、私の作業でお願いされる方って明確なんですよ。意外とこうなりたい、こうしたい、子供のためにとか、私もあったんだけど、私下じゃないと寒くってみたいな、寝るのはここですから、いつもここに布団が引いてあるってことじゃないですか。ここに置いてあるのか、布団が。ここら辺に置いてある。ソファー。ソファーの上に置いてあるの？でも冬は子供たちはソファーに座らないんで寒いから。床台にみんな座ってるんで。だからそこに置いてるわけでしょ。でもね、ソファーはね、布団を置く場所じゃありません。ちゃんと座れるようにした方がいいのと、やっぱそういったところの、もしここで寝るにしてもその定位置を決めた方がいいのかなっていう気がする。なのでじゃあ今日は1階から1階の景色まず変えていきましょうか。はい、お願いします。ということで作業が終わりました。お疲れ様です。ありがとうございます。ね、途中で僕たち2人が帰ってきました。1人の下の子はプール行っちゃいましたけど、お兄ちゃんだけ残ってるんで、アフターはママとお兄ちゃんと2人で見ていただきたいと思います。はい。今日はリビングとダイニングを大改造しています。はい。それでは見ていただきましょう。どうぞ。
どうぞすごい広いやば広い広すごいね。うちじゃないみたいですね。なんかね、入ってきた時の家とは思えないぐらい広いめ広ちゃくちゃかったんだ。広くなりましたよこね。んな広かったんですね。そこら辺荷物だったのにね。歩く場所。歩く場所もなかったえ、本当？そうですよ。だってこの家一人誰か寝てますからねはすごい。い。でもちゃんとキこリ。ちらには出れる場所も確保しております。はい。じゃあ今日ね、このリビングどうやって改造したかということでお話ししていきたいと思います。はい。まず僕覚えてる？ソファーってどこにあったっけ？ソファーうん。いつもどこにあった？こここにあったよね。もうお部屋のど真ん中にあったのが、なんと今日からこちらに移りました。はい。そしてソファーに座って何したいですか？テレビ見る。そうだよね。今日からここでゆっくりとテレビを見ることができます。どうこれ？いい。最高だね。ねえ、なんか別にそんな近くもないし、結構いい感じの距離感でこうやってなんかのんびりできそうね。あ、私の父じゃないのね。はいねえ、だからなんか狭いかなと思ったけど、意外と広々としてなんかテレビも見れて、そしてもうね、この家のお母さんはね、ものすごいわがままなんですよ。テレビも見たいし、1階で寝たいし、なんとパーティーをしたいというので、人がいつ来ても大勢来てもワイワイできるようなダイニングテーブルの配置にしております。どうこれ？僕いい。いい？だってさ、今までさ歩けなかったよね、ここね。うん。それがですよ、今日からなんと歩けます。すご。はい。ただですね、これは全ておまけです。今日私がこの部屋の大改造で来た一番の理由は、僕の勉強スペースを作るために来ました。どう？綺麗。綺麗。勉強はしやすそう。勉強しやすそうでしょ？ここね、今までさ、隣同士だったじゃん。お兄ちゃんと弟の。でも私ね、作業してる間にね、ちょっとママに聞いちゃったんだよね。たまに喧嘩するって。毎日でしょ。毎日なの？あのね、仲がいいほど喧嘩するのよ。でね、私は知ってるの。仲がいい人ほど話した方が仲が良くなるってこと。だからね、距離が近いとね、ついついなんかイライラしちゃうのよ。このピアノ覚えてる？ねえ、あのピカチュウまみれのところにあったね、あれをあえて中に入れることによって、お兄ちゃんと弟の距離ができたことによって2人の仲も良くなって、離れているとね、愛が育まれるっていう歌もあんだよあ、知らないよね。はい。でもね、やっぱり私思ったんだけど、お兄ちゃんは実は片付けられる男だったっていうのがよく分かりました。っていうのはね、これ並べてもらうのお願いしたら全然嫌な顔せずにやってくれたよね。いや、だからね、僕はね、パパ帰ってきた？おかえりなさい。あ、ただいま。あ、すごい。すいません変わったあ、すごいですね。今 YouTube の撮影中なんですけど、どうですか？あ、ちょっと待ってくちょっと待ってくださいね。大丈夫ですよ。じゃあちょっとださい。あ、これ綺麗になってない。現実が自分の期待したんでしょうね。自分のこと。ちょっと途中です。お父さんごめんなさい。お父さんの部屋でごめんなさい。ママからのオーダーは優先順位的に言うと僕の受験対策だったんで、僕の。はい。僕が勉強しやすくするように、その環境を整えたということで、お父さんこれでも結構大変。自分じゃできないですね。絶対できないよ。すごいな、全然物がない。うん。あるっちゃあるんですけど、見えないっ
っていうか、であとお父さんこちらにリビングを作ったんですけど、はい、今まであったものがないのってなんとなく気づきます、このリビングに、実はそうなんですよ。ピンポンピンポン、正解です。今までここにあった棚をキッチン側に寄せたことによってここにリビングを作ることができた、そういうことで、すみません、すごいですすごいね。本当ですか？いや、もうありがとうございます。で、今ちょっと僕の話をしてる途中だったんで、ちょっといいですか？はい。さっき2階の将来子供部屋にしたいとおっしゃってた部屋を彼に見せた時に、まあちょっと今惨状が広がってるんですけど、ここが僕の部屋になったら嬉しいと言ったら嬉しいと言っていました。早々にそうなってもどうにかなるのかなと、っていうのはやっぱりこう進んで自分のスペースを整える彼の姿を私は見ながら、この状況はそんなに長くないのかなと思いました。っていうのはやっぱりこう自分のスペースをちゃんと責任を持って確保してちゃんと維持するっていうのはすごく重要なことだと思うので、ママ的にはそれどう思う？自分でやってもらいたいです。そうよね。ぜひとも誘んで。で、私はそれを彼はできると思ったので、とりあえず今のところはこういう形で僕にはこうやって勉強してもらいたいんだけれども、次のステップはなんてだって今子供のものがめちゃめちゃ2階に行ってそれこそ2階は今までよりも散らかった状態になってしまいましたからね。ただお兄ちゃんどう？こうリビングダイニングがこう変わって、一番使うところだからやっぱ嬉しいよね。で、できれば将来的には、僕の部屋も欲しいなっていうところで、次のステージに行っていただけたらなというふうに思うんですが、よろしくお願いします。なので課題がいっぱいですよ。もうお父さんなんか怒って部屋入っちゃいましたからね。そんなことない。ただね、やっぱりどうしてもね、あっちもすっごい気になってやりたかったんだけど、なんかせっかくねこんな機会はないなと思ったんで、ちょっと時間かけたっていうか、さっさとやっちゃえばよかったんだけど、なんかいろんなことを総合して、こうやってなんですかね、リビングダイニングでやっぱ勉強するお家も多いと思うんですけど、やっぱこうやってくつろぐ場所、食事する場所、勉強する場所っていうなんかゾーンを決めてね、なんかしっかりとメリハリをつけないと、どうしても、なんかこう物の中で暮らして雑多な状態になってしまうので、この状態をねキープして、そして僕たちもちゃんと使ったら戻すっていうことをして、この綺麗なねデスクの上をキープしていただきたいなと思います。ということでとりあえず第1弾は大成功ということで、ありがとうございます。大丈夫でしょうか？大丈夫？大丈夫です。はい、わかりました。じゃあということで今日の作業終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということでまずはリビングダイニングを大改造させていただきました。私がこのリビングダイニングをやったことは決して難しいことではありません。そもそもこの家の奥さんは複雑なことが苦手ですから、この家の奥さんでもできるルールを決めてあげました。まず第一に生活の優先順位を3つに絞ってもらいました。やるべきことが多いとそれだけリビングに物が集中して散らかりやすくなってしまいます。それ以外のものに関しては別の部屋で管理してもらうことにしました。そうすることによってこの部屋にあるべき姿が明確になりますよね。それぞれのラインを整えることでリビングに秩序が生まれて、今まで以上に美しい景色になりました。気になるのは紙のラインでございます。キッチンに入るところに紙のラインがありました。ダイニング周りにはいつも使うもののちょい置きも溢れていました。ダイニング周りで使う稼働率の高いものこそ、使う場所のそばに定位置を作ることが景色を整える上で重要になります。紙のラインを中心にダイニング周りで散らかりがちなものを扉の中に集中させることも散らかる景色の防止につながりますので覚えておいてください。ということで今回の週末ビフォーアフターいかがだったでしょうか。次回の週末ビフォーアフターはまだまだ問題山積みのこの家に再度訪問してまいりましたので、どうぞお楽しみに。それではまた来週、さよなら。終わった。よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。